永劫に仕え続ける許可を。家康、家康！なぜだ、なぜ豊臣を、私を裏切った！三成様、家康、あんただけは絶対許さねえよ。やれ双方落ち着け。太閤に大事なし。今はそれを誇るがよかろう。それで当然だ。この上さらに秀吉様まで恣意されていたならば、私は。三成君、秀吉を思うその心、とてもありがたく思うよ。半兵衛様。けれど今は徳川より先んじて抑えるべき敵も多い。悔しいだろうが、ここは一旦矛を収めてくれないか。半兵衛様がそうおっしゃるならば、軽挙の愚は犯さぬとここに宣誓します。なあ、もう我慢ならねえ。俺に命じてくださいよ。家康のやつをぶっ潰せって。半兵衛様から町の指示が出てんのは知ってますけど、俺が一人で動く分には何も問題ないっしょ。黙れ左近。家康を切るのは私だ。貴様にその許可を与えはしない。すいません、つい頭に血が上っちまって。処断されかねない事柄を軽々に口ずさむ。僕に話とは何かな、大谷君。三成のことよ。あれでよくこらえてはおるが、今一度主や太閤の言葉が入りようと思えてな。なるほど、君が言うならばそうなのだろうね。分かった、秀吉へは僕から言っておこう。やれありがたや。恩に切るぞ賢人よ。大谷君、君は僕のやり方を手ぬるいと思うかい？はて、我には何とも。一つ違えば家康君の離反もなかったかもしれない。いや、つまらない話だったね。忘れてくれ。三成よ、お前は未だ家康の討伐を望むか？秀吉様、恐れながら忌憚なきこの心境を吐露する許可を。奴は決して犯してはならぬものを犯しました。あなた様の道を汚す反旗という名の愚行。あなた様や半兵衛様の信頼にデードを塗ったその行為、この手で刻み殺さねば到底収束しえません。そうか。一つだけ言おう、三成よ。過去にとらわれしその先に未来はないぞ。秀吉様、それは一体。お待ちください、秀吉様！秀吉様！三成、我にもかつて一人の友がいた。それは半兵衛様以外でありましょうか？しかし定めとは皮肉なものよ。我は奴とたもとを分かった。我が我であるためにな。秀吉様が秀吉様であるために。家康を思うなとは言わぬ。しかしそれだけにとらわれるな。真の強さとは情を捨てたその先にある。秀吉様！家康を乗り越えるべき過去とせよ。お前の目覚めを信じているぞ、三成。
強くあるために情を捨てるか。確かに私は豊臣の将兵だ。あの男のことのみに心を砕いていていいはずがない。もし再びその時が来れば、私もまた捨て去らねばならないのか。刑部、左近を、半兵衛様を、秀吉様を。秀吉様。三成か。どうした。この最後の鎮圧を無事に成し終えられたなら、あなた様にお言葉を返す許可をいただきたいのです。言葉だと。愚物なりに考え抜いた私なりの回答、どうかそれをあなた様の恩師に触れさせる許可を。いいだろう。期待しているぞ三成。ありがたき幸せ。ならばこれではどうかな。早いな友よ。秀吉様、どうかお約束通り我が発言を差し挟む許可を。我への言葉とやらしかと聞こう三成よ。はっ。申し上げたきことはただ一つです。あなた様との出会いは私にとって魂に刻むべき過去であると。魂に刻むべき過去。はあ。何があっても抱き続けるべきもの。家康が私にとって乗り越えるべき過去であるならば、あなた様とのそれは手放すなどあってはならぬ記憶なのです。それは例えば我にとっての半兵衛のようにか。はっ。まさかお前に教えられようとはな。それでこそ我が沢も石田三成よ。秀吉様。過去への肯定、それはおそらく罪なのだろう。秀吉様がそうおっしゃられたからには、私は家康を忘れ豊臣の臣としてのみ生きる。おそらくそれが秀吉様の望まれる道なのだ。三成様、やべえです。どうした。何事だ左近。家康の野郎が海賊と手を組んで俺ら豊臣を潰しに。なんだと。ひとまず大阪城に戻れって半兵衛様から伝令が。ってどこ行くんすか三成様。遅れるな。家康、なぜだ。なぜこの時に再来する。貴様を忘却しようと決めた今この瞬間に。あれが石田かい。なるほど、あいつが言う通りの男みてえだな。左腕の名は飾りではない。元親、油断するな。お客さんだ。整備の当番以外は出てこいや。了解っす。
てやったのよ海賊らしい最後じゃねえかこの野郎。たく三成様ってば自分一人で軍艦止めようとか無茶にも程があるってのは。まあ挟み撃ちを避ける意味では悪くもなかろう。そこまで考えての蛮勇とも思えぬがの。兄貴、生意気なお客さんがお見えです。ここを上等海賊には持ってこいや。おめえら兄貴の夢をぶち壊す気かよ。こぼれた着物一つでも私に投射してみせろ。やるぞ応援してやんな。了解です兄貴。家康賊や傭兵と手を結ぶほど秀吉様を憎むのか。やべえぜ兄貴、北進星が消えそうだ。脳裏を無にしたまま魂のみで生きたかった。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが大化の生き様だ。二度とは言わない。家康に命じられた合祭を吐け。それほどまでにあの男が気にかかるのか。思いのほか情の強い男なのだな。語る気もなしか。ならば残酷するのみだ。お前こそ伝令を無視して構わないのか。本城に帰還せよとの命が出ているんだろう。後にいかなる仕置きだろうと受ける。重要なのはただ一つ、家康の肝を知ることのみだ。音に聞こえる忠臣はこうもたやすく反するか。厄介な知り合いを持ったものだな。特に命張るったって三成様が相手じゃねえ。まそれでも張るのが戦ってもんだけどさ。兄貴のいる富岳でいけるんだ。悪かねえだろ。あとはお前次第だ。進め元親。せが最後までお前はよ。あんた鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。こんなからくりにすら頼るのが貴様の道か。家康、秀吉様と一対一で向き合った貴様。やってくれたじゃねえか。いいぜこいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっやっしん。赤なる他者に手を怪我させる、それが貴様の言う絆なら、家康、貴様のそれを断じて許可しない。なんのびくともしねえぜ。バカな百鬼丸がここまで押されるだなんて。射撃誤差修正。兄貴、準備が整いやした。四国中の力お前に預けるぜ百鬼丸。おりゃよう元気そうだな。
俺が言えた義理でもねえがよ、あんたは本当に一つのことしか見えねえんだな。黙れ。海賊風情が私を論ずるな。あいつは本当にいろんなものを見てるぜ。国だとか民だとか、ずっと離れた明日とかをよ。だからなんだ。そんなものは全て秀吉様にお導きいただけば済む話だ。頼まれたのは秀吉を討つまでのあんたの足止めだが、そうだな、先送りしたい気持ちもよくわかるぜ。貴様ごときがそれ以上奴の代弁者を気取るな。あんた家康や秀吉を失った後どう生きる気だ。秀吉様が崩御されるなど万が一にもありえない。だが仮にそうなれば速やかに世を去るだけだ。あとは任せたぜ家康。こいつもよ、あの日の俺のように。秀吉様、半兵衛様、左腕三成、ただいま帰参いたしました。ご苦労。敵の回路を断ってくれたと聞いているよ。命じてはいないけれど、まあ今はよしとしよう。しかしその分家康の接近を許す形となったがな。懲罰代わりよ、お前には城の守護を命じる。今この時に私をお連れくださらないのですか。秀吉は己が手で決着をつけることを望んでいるんだ。かつての友柄とはいえ、ここはわきまえてくれないか。半兵衛様。三成よ、お前は一戦交えた後なのだ。今は身を休め、増援として控えるがよい。しかし秀吉様、秀吉様、遅れるな。それ三成、この道を行けば早戦場よ。刑部、それに左近、すまない、礼を言う。なのもいいですって。じゃあ行きましょう。ああ、今こそ断罪の時だ。家康！この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。バカな、抜き手すら見えなかっただと。これほどまでとは思うておりませなんだ。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。我が友の命に従わず、君の思いをも踏みにじり、ならば半兵衛、我は見届けようと思う。我らが腕、その行く末を。ああ、そうだね秀吉。伊達氏よ、ここで私に何を見出せと。どけ。私の前に立つべきは貴様のごとき増票ではない。誰かのためにかけるか。私には未だ得られる感情だ。だったら俺が見せてやんよ。三成様の邪魔はさせねえ。家康、
男家康。三成、たとえ秀吉様がお許しになられようとも、私だけは絶対に貴様を許しはしない。そうか、答えを見出せたんだな三成。秀吉殿、今日が全ての区切りの日だ。そしてやはりお前も立ちはだかるのだな三成。石田三成か。俺が食っちまっても恨むなよ。ああ、もちろんだ。それが戦の業なのだ。今あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんならカモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。久しぶりだな。トップギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。家康に会えるとしてもせいぜい捕虜としてだ。オーケー。独眼竜、出るべき手番を見誤りし粗骨者が。なぜだ、なぜ貴様は家康の罪を無視する？簡単だ。あんたらの方がよほど目につくからさ。ただの力ずくよりは絆とやらの方がまだ面白い。だからといって天下を譲る気はさらさらねえがな。それ式の同調で家康を理解したつもりか。こんな蛇を友とするのが貴様の道か、家康。石田三成、あんたはただそれ以上。前座にも過ぎぬだろうが、しばしお付き合いいただこう。オーケー。その感情はあんただけのもんさ。家康様こそ明日に光をもたらすお方や。叶うと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。何のさらに険しき戦とで乗り越えてきたわ。私は甲斐に秀吉様をお支えする屈強なる一兵卒だ。夜なべ済んだならば鶴瓶のごとく落ちるがいい。なぜあなたはそんなにも強い？なぜ私こんなにも弱い？対局を見据えていこう。致命傷にはまだ程遠い。愛すみませぬ。どうだ、見えたか？足りねえってんなら何度だって連れ回してやるさ。答えろ家康。なぜ秀吉様を見限った？秀吉殿では民の全てを得ませられないからだ。貴様にならばなせると？秀吉様では果たし得ぬと？のぼせるのもいい加減にしろ。まだ俺たちは崩れてねえ。大将だってそうだ。戦流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるってもんだ。このまま破れ去りはしない。絆が力に劣る者と人の心に刻ませはしない。家康、三成、秀吉様では民の全てを得ませられない。
貴様はそう言ったな。ああ、そう確信している。秀吉様のお力を侮る貴様が気に食わない。全ての民が救われるべきとも思わない。だがあえて聞く。私と共にあるならばそれも叶うとは考えなかったか。それはそうか、やはりそうなのだな。そのように劣化した魂が私の知る貴様であるものか。消滅しろ家康。私の友はここにいる。それは断じて貴様ではない。家康三成。あの日の私を返せ家康。もはや過去は顧みない。わしは進むぞ三成。友か、お前の口からそう言ってくれたのは初めてだ。私は心にもないことを口にはしない。それは貴様もよく知っているはずだ家康。貴様ならば私の心を分かると思った。そのつもりだったが、やはり届かなかったんだろうな。私と貴様の二人がいればどんな戦だろうと乗り越えられたはずだ。ああ、わしもそう思う。だが戦に勝つだけでは誰も笑いはしないんだ。結局貴様は選んだのだ。私や秀吉様よりも無造無造の輩どもを。ああ、わしは選んだ。お前や秀吉殿よりも守るべき無数の皆を。償え、そして惨敗されろ。忌むべき今の義兄の友よ。償い、それは全ての後に。滅すべき今の誠の友よ。私とて秀吉様の兵法を知らぬわけではない。この力には誰も抗えない。いや違う、絆は不滅だ。三成様。行くぞ家康。家康、貴様は私の心の中のみで生き続けろ。私の生涯の友として。わからない。なぜ秀吉様があのようにおっしゃられたのか。豊臣の敵を打ち果たすことに罪咎などないはずだ。過去の見過ぎよりも有すべき何か、そんなものが存在しうるというのか。やれ、ここにいたか三成よ。左近を知らぬか。鉄火の場には見当たらなんだ。左近がいないだと。まさか私の生死を無視し奴の止滅を目論んだのか。今日貴様はここで控えていろ。すぐに左近を連れ戻し事なきの日としてみせる。待て三成、言ったか。愛も変わらぬ前のめりよな。それほどまでの大事とはどうにも思えぬが、しかし
三成が亀を追いうさぎか。主は化けた。化け損ねるは我ばかりよ。遅れるな。俺様を遮るとか何考えてぐえ必死だ。半兵衛様の直命を暴挙したか。さあ単独先行は許されざる重罪となぜ悟らない。まあ仕方ないか。所詮僕だし。うわ目の前の俺様を無視して考え事とかさ。左近ね、確か最近織田のなんちゃらといいこと思いついちゃった。見てろよ石田、迷い込んだが運の尽きだ。お前さ、左近のやつ探してんでしょ。教えてやってもいいですけど、どうしようかな。貴様左近の足跡を知っているのか。開け語れ。さもなくばここで絶足しろ。さあ追い詰めたぞ羽虫の類め。さあいい。この後に及んで万一にもたばかりであれば言えばいいんだろ。言えばよ。基地に飛んだ語りってのを返せよな。あいつさ、織田の柴田とかいうやつとねえ。魔王貴様寝言をほざくな。左近が豊臣を裏切ったなどと嘘のつもりか。あれ知りませんでした。遅れてる。まあその柴田って方も江戸に愛想を使わしててさ、二人して欧州にでも転がり込む気らしいんですわ。独眼竜伊達政宗、二度ならず三度までも何度遮れば気が済む。かつての誓いは嘘偽りか。左腕の近くにあるものとその名と共に刻んだのは。ああ、そういや左近って本名じゃないんだっけ。主従揃ってカッコつけとかさ、いい年してね。左近貴様まで去るというならば首にしてでも連れ帰る。うっぜボケナスと思ってたけどこんなやつだったのかよ。ちゃんと片付けてね。それくだらん。連綿に触れ総動を着てよ。こんなとこで王子知事に裂かれし私を救え。いいだろう左近、その闘争を終わらせてやる。やっと行ったか。けへへわーけー。何なの。こんなので騙されちゃうわけ。考える頭なさすぎだろ。ちった疑ってのあれか。よっぽど裏切られたくないとか。あほうだね。そうで切り合ってなんぼなのにね。さてじゃあ俺様も後を追いますか。伊達政宗に石田三成、二人まとめて処刑だ。左近
家康、一体何が貴様らを狂わせた。豊臣で過ごした日々の何がいけなかったんだ。いや、まだそうと決まってはいない。左近の裏切りをこの目に刻んだわけではないのだから。信じるものか。近きの離別などもう受け入れるものか。遅れるな。わお、石田じゃねえか。何の用だか知らねえがよく来たな。ゴスピーだて、ここに私の配下が来ていると聞いた。織田が先兵、柴田とやらと共にだ。はいか。ああ、勝家があったっていうギャンブラーだ。あいにくだがここには影も形もねえぜ。まあ勝家に粉かけてんのは事実だが、あんたんとこの部下は知らねえな。他と違いだ。全てはあの男の妄言か。ならば左近、やはり家康のもとに。このぶっ込みもいつも通りの命がけよ。やってるやってる。雑魚どもはそのまま削り合っちゃってくださいね。気配が汚れた。まだ見ぬ何者かが潜んでいやがるのか。私の残骸ごときで逐一おののくな。それでも豊臣の兵か。竜の軍団をなめんじゃねえぜ。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。一度目かつて政宗様小田原でてめえに敗れた。口縄ごときが恐れ多くも秀吉様に挑むからだ。二度目政宗様が見事に追い払った。ここ奥州にまで手を伸ばしてきたてめえら豊臣をな。悲しき敗戦の消え、秀吉様を落胆させた私の未熟を掘り返すのか。三度これは戯れか。あるいはこの男を真田のごとく扱われるおつもりか。この剣先を鈍らせる者迷いか。貴様に許可するものは2つ。怯えし顔と無残なる死だ。乱世の塵にまみれようともその魂は歪みなくか。久しぶりだな。トップギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。あ
あんたは秀吉だけの男だと思ってたがなかなかどうしていい顔もできるじゃねえか。何よりも部下を案じていただろうあんた。忠義だの恨みだのそういったもんを放ってまでもだ。それは己が手足を気にかけるのは当然のこと。それだけだ。認めろよ。あんたも知ってんだろ。春から明日に目を向けるまばゆい生き方ってやつをな。黙れ。私は左腕であればそれでいい。しもべたるこの身に新たな味方を植え付けるな。思いの丈を全て晒しな。この一人で見届けてやる。そいつのために倒れるわけにはいかねえんだよ。見つけた。いったたかが鱗の一枚っすよね。もらったデッムーブユウのマナコはごまかせねえぜ。下がれ。蛇にも劣る鱗風情が。なんでお前ら慌てないんだよ。奇襲受けてんだろ。黙って駆られるところだろ。そうか。全ては私を騙しに使う。私は憎む貴様を。一時でも耳傾けた私を。いいじゃねえか。ワイルドだぜあんた。認めちまえば楽になるだろ。ギャンブラーの主石田三成。楽しもうじゃねえか。どっちがより導けるかをな。先兵の繰り手伊達政宗。この世の何一つとて貴様にいざなわせはしない。いいだろう。気が済むまで残滅してやる。痛いなら痛いって泣き叫んでよ。我慢しないでさ。覚えてろよ味方ども。月の明るい晩に時も人もなぜこぞって移ろいゆく。終わりだ。やってやろうじゃねえか。あんたとも長くなりそうだ。この月夜みてえにな。ざれ言。死ねえ。邪魔だ。今日そがれた。今は左近を連れ戻すのが先決だ。そうかい。んじゃまあ俺も勝家の様子でも見に行くかね。これで1勝1敗1分けだ。